短美なる暗黒の旋律が鳴り響く。今日のテーマはゴシックミュージックだよ。ゴスやゴシックは音楽にとどまらず、さまざまな分野で使われている表現だね。文学や建築にも使われる表現だけど、一番有名なのはゴシックファッションかな。まあ音楽以外の話をしても仕方ないから、ゴシック音楽の話だけをすると、ゴシック音楽の特徴は暗黒と中性感。スノで例えるとダークプラスメディーバルかな。メランコリックほど感傷的ではなく、暗く大敗的な雰囲気が漂う曲だけど、中性的な神秘感、叙情感があって、メロディアスな性質も持っている曲だよ。ゴスロックはゴシック音楽の始祖。最初に誕生したゴシック音楽だよ。さっき説明したゴシック音楽要素とロックが混ざった音楽ジャンルだね。ゴシックロックとも呼ばれることが多くて、スノではどちらのスタイルも効果はあるよ。ゴスロックは現代的でポップな感じ。ゴシックロックはゴシック要素が強いね。ただそこまで大きな差はないから、深く考えず適当に好きな方を使っていいよ。デスロックはゴスロックにホラー要素を足した音楽。デスロックとスペースを空けると全く効果がなくなるから注意してね。デスというとデスメタルを想像する人も多いかもしれないけど、デスロックとデスメタルは何の関係もないし、曲調も全然違うよ。ゴシックメタルはゴシックとメタルの融合。歪んだギターの音が伴奏に使われるよ。それじゃこの3種類のスタイルがどんな音楽を作るか聞いていってみよう。ロック系ゴシック音楽のスタイルがどんな曲を生成するか聞いてもらったよ。スノにおいてはギターの影響が弱く、他の楽器が入りやすいのが面白い特徴かな。
他のスタイルと混ぜやすいし、ボーカルとも相性の良いスタイルだね。ゴシック音楽は激しい雰囲気が特徴のゴシックロック系音楽の他にもう一つある。静かな雰囲気で電子音が多用されるダークウェーブ系の音楽もゴシック音楽だよ。コールドウェーブは電子音がメインで、盛り上がりのない単調な展開が特徴の曲。単純な電子音と単純な構造で冷たさを感じるような曲と言えるかな。エセリアルウェーブは神秘的な要素が強い。チルやアンビエントに近い雰囲気だね。ネオクラシカルダークウェーブはクラシックを足したダークウェーブ系の音楽。それじゃこの3種類のスタイルがどんな音楽を作るか聞いていってみよう。ダークウェーブ系の静かなゴシック音楽。3種類のスタイルを聴いてもらったよ。スノでのゴシック音楽の一番の魅力は他の楽器を受け入れやすいことだと思う。中性的でメロディアスな効果がいろいろな楽器を受け入れやすいんだろうね。曲に暗さを与えるスタイルとして使ってみても面白いんじゃないかな。それじゃまたね。